皆さんこんにちは、かよです。今日は私ね、検診だったんですよ。で、6ヶ月ごとに MRI とマンモグラフィーを受けてるんです。で、今日はおっぱいをギュッてするマンモグラフィーと血液検査の結果を聞きに行ってきました。それで結果は異常なしでした。ありがとうございます。パチ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 。いつも応援していただきありがとうございます。もうほっとしました。もうドキドキする時って心臓の鼓動が聞こえますよね。バク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 って。私ももうね、今ヨガでも習ったように自分が見えている景色、この変化のあるものに反応しすぎないようにするようにしてるんですけど、やっぱりもうこの検査の日にちがどんどん近づいてくるにつれて、もういても立ってもいられなくなってくるんですよね。それで今日最高記録をね達成したんです。私いつも血圧ねいつも120以下なんですよ。でもこの心拍が上がったことによって今日の血圧出ました。ドカン145でした。びっくりして、もうあれ生まれて初めてのことだったので、これも楽しいですね。あんまり経験しないことを経験していくと自分がずぶとくなっていきます。で、今日ね皆さんにお伝えしたいのは、いつでもどこでもできるマインドフルネス。夜寝てます。で、起きた瞬間から頭の中でいろんな声が聞こえませんか？覚えておいていただきたいのは、この声はあなた自身ではないということです。この声がいろいろ話しかけてきますよね。過去のこととか先々のこととか、あれやっとけばよかったんじゃない、これはダメでしょあなたとか、明日はどうするの、これもやんなきゃいけないんじゃないとか、たくさんもいろんな声が止めどなく一日中聞こえてくると思うんですよ。その声はあなた自身ではないということを覚えておいてほしいんですね。で、もしあなたがその声に反応してしまうと、もしその声が過去のことを話していますよね。そうするとその過去のその声にあなたが反応してしまうと、その声の罠に自分がはまってしまうんですね。で、そこからもう妄想とかいろんな思いが自分の中からなんていうのかな、もっと小さかったものがそこに反応してしまうと、もっと火に油を注ぐような、もうどん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 心拍が上がって、もう緊張状態が続くんですね。あなたというのは、私ねポッドキャストでもお伝えしてると思うんですけど、自分のもう内側ですよ。真我って言うんですけど、自分は常に見るものなんですね。傍観者。映画館で例えれば、あなたのその本当のあなたは映画を見ているだけなんです。で、その映画の中っていうのはこの私たちのこの外側にある部分、変化のあるものすべてです。で、常にあなたは傍観者であるっていうことを忘れないでください。だからその声が聞こえるのもその変化のあるもので、そこに反応してしまうと、そこからいろんな苦難が生まれるんです。これを自分と思ってしまうことで、自分のこの状態っていうのが変わってくるんですね。このいろいろ考えがですよ、過去に行ったり未来に行ったりしませんか？こうなってくると何を見逃していると思います？そうなんです。この一瞬一瞬を過ごすっていうことを見失ってしまうんですね。
何かをやっていれば明日の予定のことを考えたりとか、または自分がもうすでにやってしまったことをあの時あんな風に言わなければよかったとか、あの時ああしてればよかったとか、こういろんな思いが大体ね、過去か未来で浮かぶと思うんですね。こういった状態だと頭の中が常に忙しい状態。その大切な今の一瞬っていうのを大事に過ごしていないので、なんかもう頭も行ったり来たりだし、体ももうガチャガチャでしょ。私もストレス発散が苦手だったので、私が思うには常に交感神経が高ぶっている状態なんですよ。これは本当にね、今多分たくさんの人が結構いるんじゃない、結構いるんじゃないかな。今このね、情報社会でしょ。で、自分で見るものは選べるんですけど、自然とたくさんの情報が入ってくるんですよ。でそれを吸収していると、もう脳はねパンクしちゃっていろいろ考えちゃうんですね。脳がやっぱり休んでいないと体も休みにくくなります。だからこのね、日々の生活の中で皆さんにやっていただきたいことがあるんですよ。この自分の頭の中から聞こえる声に反応しすぎずに、その自分がこう与えられているこの今という時間を過ごしていくことで、より自分の内側に意識が向くようになるんです。その声に過剰に耳を傾けないように、この日常の中で簡単にできることとしてマインドフルネスっていうのがあるんです。今日はちょっとそれを簡単にご説明します。なんかよく聞くなって思う方もいらっしゃると思うんですね。このマインドフルネスもですね、一瞬一瞬をありのままに見つめて、その時を大切に過ごすっていうのが目的なんですね。でもこの瞬間のために過ごすじゃないんですよ。いろんなものを買って今日は盛大にこの瞬間を楽しもうって、これはマインドフルネスじゃないんですね。今ね、私こらって私あなたに話してますよね。でこの一瞬の中に身を置いて、それをかみしめながら過ごすっていうことがマインドフルネスなんです。日常の生活の中で簡単にできるマインドフルネス、いろいろありますよ。例えば、ウォーキングに行くとき、足が地面に当たる感覚とか、風の匂い、春だったらほら桜とかがたくさん咲いてお花もいっぱい咲きますよね。その風の中に花の匂いが混ざったり、秋だったら落ち葉の匂いもするかもしれません。で風が冷たいな、今日ちょっと車が多いからガス臭いな、このエンジンがね、このガスの匂いがすごいなとか、いろんなものをあなたのこの五感をね、使いながら感じていただくと、あなたがその今ね存在していて、この自分の周りの状態の中に溶け込んでいる、私が今ここに存在しているんだっていうのを感じることができるんです。また一つ一つに意識がより集中できるようになると、心拍数も下がって、血圧もゆったりとなって、副交感神経も刺激されるので、すごくリラックス効果もね高まります。家の中でできるものとしては、お皿を洗うとき、スポンジを手で取って
こう石鹸つけますね。でクシュクシュクシュとこうクシュクシュクシュと揉んで、あら今日泡があんまり立たないなとか、うわ泡がちょっとつけすぎちゃったなとかあると思うんですよ。そういうのも感じていいんです。一つ一つを。でこうお皿洗いながらでお湯を出して熱とかね、お湯すぎたとかあると思うんです。そういうこの熱かったとかね、熱いっていうのを感じられるのも、あなたのその一つ一つの体の機能がきちっと働いてるから感じられることですよね。でこういったこの隅々にまで意識を向けていくと、体の機能を使って自分がね、熱いとか冷たいとかそういったものを感じ取ることができるっていうのは意識してないと思うんですよ。また呼吸も同じで、このような普段無意識にできていることを意識的に捉えることも、このマインドフルネスを続けていくとより感じやすくなるんですね。私もこの闘病を通して日々ね、この頭の忙しいマインドが過去に行ったり未来に行ったり、もう忙しいんです。本当自分がやってしまったこととかもう変えられないです。未来のこともまだ来てません。今あるのはこの瞬間です。今というこのモーメントだけですよ。だからこれを、この与えられた時間をね、いろいろもうやらなくていいんです。一つに集中して、なんかね、日常でできること一つだけでもやっていませんか。これを毎日行っていただくことで、もうね、過剰に反応しすぎない自分、ただ声が聞こえるな、こういう感情を今抱いている、こういう感情を今自分は思ってるんだなっていうのが分かってくるようになると思います。これができたらもう本当万々歳なんですよ。自分の声が、今は自分はこういったものが頭に浮かんでいるっていうのを客観視できているっていうことになるんですよ。情報がたくさんありすぎて頭爆発状態になってませんか。私はその乳がんになる前とか、この今という時間を大切に過ごすことができていませんでした。いつも予定を入れたりとか、過去のことを悔やんだり、先々のしなければいけないことをリストに追われて、自分が存在しているこの今っていうのをね、そこまで重要視していなかったんです。こういった状態を続けていて、いきなりやっぱり乳がんのね宣告を受けた時はものすごく後悔しました。もっと一日一日1分1秒、この今の自分がいるひととき、この時間を大事に過ごさなきゃいけないなと思っています。あなたには私の経験を通してたくさん言えることがあります。これはもうその一つです。だから
あなたが今存在していることも奇跡なんです。その一瞬をかみしめながら過ごしていただきたいなと思っています。一つでもいいので、あなたの日常の中からできるマインドフルネスやってみてください。それではやってみた感想とかも聞かせてくださいね。私のポッドキャストでもいろいろ配信していますので、お時間ある方は聞いてみてください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また次回に。チャオ。